対化け物戦闘用大型拳銃レクイエム。全長35センチ、重量2キロ、素弾数5発。対バイオテロのプロフェッショナルが扱うアンダーバレル式アサルトリボルバーです。パーフェクトだカプコン。本作のサブタイトルにもなっているこの銃、レクイエムという名前の意味は、死者の魂を鎮めて安らかに眠らせる鎮魂歌のこと。DSO の中でも限られた隊員にしか支給されない特殊な大型拳銃ですね。同じ DSO 支給の武器としてハンドガンのアリゲータスナッパーなどがありますが、それとは一線を画す特別な武器となっております。今回はこのレクイエムについて設定や細かい仕様などをがっつりと研究していこうと思います。モデルとなっている銃は RSH-12。これはロシア製の大型拳銃で、近距離でボディアーマーを撃ち抜ける特殊部隊用の銃としてデザインされました。形状はほぼ同じと言っていいでしょう。そっくりそのままゲームに持ち込まれている感じ。 R がリボルバー、 SH が突撃を意味するロシア語のシュトルマーボイを指し、数字の12が使用弾である 12.7×55mm 弾を表しています。RSH-12 は他にも様々なゲームや創作物にも登場していて、コアなファンのいるなかなかにマニアックな銃という感じですね。そんじゃあまずは簡単に銃本体の特徴をいくつか見ていきます。冒頭で紹介しましたが、この銃の元ネタの RSH-12 は全長 35.7 センチ、重量 2.2 キロという拳銃の中でもかなりどでかいものとなっております。これだけ重いと銃を構えるだけで筋トレができちゃう感じですね。某漫画に出てくる 13mm 拳銃ほどではないですが、これもまさしくハンドキャノンと呼ぶにふさわしい一丁です。重心には上下にマウントレールがついていて、アタッチメントをつけてカスタマイズすることもできます。12.7×55mm の大口径弾薬を使います。12.7mm が口径、55mm が火薬の詰まっている薬莢の長さを指します。一般的に50口径などと呼ばれる弾薬の一種ですね。その中でもこれは一部のロシア製銃器に使われる重い弾丸を発射する弾です。現実では対テロなどの特殊作戦で使われることがありますね。この弾薬の見どころは何といってもその破壊力でしょう。何しろこれもともとはスナイパーライフルで使われる弾ですからね。それを拳銃で撃っているわけです。他のメジャーな弾としては 5.56mm とか 7.62mm とか 9mm なんかが有名ですが、それらと比べるとかなり弾が大きいってのがわかると思います。でっかい弾丸を打ち出す強力な弾薬というわけですね。同じ口径の他の拳銃としては、映画でもよく見るデザートイーグルや世界最強の拳銃として知られるスミス&ウェッソンのリボルバーなどがあります。銃に詳しい人ならこれらの銃の名前を聞いただけで、このレクイエムの破壊力にも想像がつくかと思います。また 12.7mm の他の弾として 12.7×99mm という弾もあり、これは重機関銃や対物ライフルなどで使われるものです。それに準じる弾を拳銃というコンパクトな武器で使っているんですね。いろいろ言いましたが、分かりやすく言うと拳銃とは思えないド派手な破壊力を持つ弾という感じですね。特殊部隊が壁の向こうにいるテロリストを壁ごとぶち抜いたりといった使い方もされるようです。で、破壊力以外の他の特徴として弾の先端が尖っているという点があります。通常の拳銃弾は弾の先端が丸かったり平らだったりするのに、この 12.7mm は尖っていますよね。これは弾の目的が違うからですね。まずは先端が平らになっている拳銃弾について解説します。9mm パラベラムなどの拳銃弾はその片手に収まるサイズ感のために火薬量が少なく、遠くまで飛びません。有効射程としては数十メートルほどで近接戦闘を想定しています。というわけで、近接戦で重要な対人阻止力を高めるためにあえて先端を丸くしてストッピングパワーを最大化しているんですね。
弾が貫通してしまうとパワーが逃げて敵を止めることができません。なのであえて標的の体で止まりやすいように先端を平たくしてあります。あとは軍隊ではなく警察などにおいての銃はあくまで犯人を制止制圧することが目的であり、殺すことが目的ではないという理由もあります。なので過度な貫通力は不要なんですね。でこれに対しレクイエムの弾丸は尖っているので、硬い装甲や外角、分厚い組織を貫通して内部にダメージを与えるということが目的だと分かります。はい、というわけでこの 12.7×55mm 弾は破壊力と貫通力、この2点を突き詰めた弾薬と言えます。結局のところ強い銃か弱い銃かっていうのは撃つ弾が強いか弱いかってこととほぼイコールなので、その点でこのレクイエムは合格点と言えるでしょう。バイオ兵器に対してこれほど心強い味方はいないですね。ちなみに余談ですが、この弾は弾速が遅く音速を超えない亜音速弾となっています。音速を超えないということはソニックブームが生まれないということなので、サプレッサーを装着することで極めて静かに撃つこともできる特殊な弾となっています。リボルバーなのにサプレッサーつけるのと思われるかもしれませんが、 RSH-12 はサプレッサーをつけて運用可能なガスシールリボルバーで、ガス漏れによる発射音をなくしているんですね。故にサプレッサーをつけて亜音速弾を使えば静音でも発射可能です。高威力で静かに撃てる、まさに特殊部隊用の弾という感じ。このゲーム内でこの要素が生かされることはないのですが、場合によってはレオンはこの銃にサプレッサーをつけて作戦行動を行うなんてこともしているのかもしれませんね。高威力の弾薬はその威力の代償としてものすごい反動がつきものです。一般人のグレースが撃つとその衝撃で手がしびれてしまうほどですね。というわけでこのレクイエムにはそのでかすぎる反動やマズルライズを抑えるための工夫が凝らされています。一つ一つ見ていきましょう。まずは重量について。このレクイエム、そもそも銃自体が巨大なため、その重さによって上への跳ね上がりが抑えられます。カスタマイズによってグリップをより重心が低い位置にあるものに変えることができ、それをカウンターウェイトとしてマズルライズをさらに抑えられますね。このレクイエムの重心、その上側にはベンチレーテッドリブ、すなわち放熱用の隙間が空いています。これはコルトパイソンなどのリボルバーにもついている機構ですね。弾丸を発射すると一瞬ですが火薬が燃えて数千度の熱を発します。この隙間から熱を逃がすことで重心の冷却をして正確に連射をしやすくしています。とはいえ実際にはリボルバーにこの機能が必要かと言われると別にいらなくねというのが通説ですが、パーツを肉抜きすることで重量をコントロールするという意味もあるのかもしれません。またこの銃はガスを排出するための穴が開いたポーティングバレルにカスタマイズできます。これはガスを斜め上方向に噴射することで銃の跳ね上がりを抑える効果があります。これらもすなわち銃の制御機能と言えますね。このレクイエムには発砲した時にフレーム全体がブローバックして反動を逃がす仕組みがついています。例として似た構造を持つ銃を見るとこういう感じで、重心全体が後ろに動くことで銃自体に反動を吸収させているんですね。実際にゲーム内でこれが機能しているのかはよく見えないんですが、おそらく反動経験として一役買ってるんだと思われます。最後に個人的にこのレクイエム最大の特徴だと思っているアンダーバレル方式について解説します。これは要するに弾が通るバレルが銃の下側についているということを表します。それが何を意味するのか整理しつつ解説します。まずリボルバーのこの回転するパーツはシリンダーという名前のパーツです。普通のリボルバーはシリンダーの上側に入っている弾を打ち出しますが、このレクイエムは重心、つまりバレルが下側についていてシリンダーの一番下に入っている弾を打つようになっています。で、これのどこがいいのということなんですが、結論から言うと
手首に近い方の弾を撃った方が反動を肩への直線軸で受けやすく、銃が跳ね上がりにくいんですね。こういう単純な筒に入っている弾を撃った場合、真後ろに反動が生まれます。この反動をまっすぐ真後ろから受け止められた場合、重心が跳ねたりすることはありません。これが反動を抑える上で最も理想的な位置関係ですね。ライフルだとストックを当てているこの肩の部分が支点となりますが、普通の拳銃の場合は支点が手首になっています。重心が上側にあるので、支点である手首を中心に上方向に銃が跳ね上がりやすくなってますね。というわけで、重心が普通のリボルバーよりも低い位置にあるこのレクイエムは、反動を手首ではなくその直線軸上の肩で受けやすく、銃の跳ね上がりを抑えやすいというわけなんですね。これかなり説明が難しい部分なので、これで伝わるかは微妙ではあるんですが、要するにシリンダーの下側に入っている弾を撃つから銃が跳ねにくく、すなわち連続で撃ちやすいということなんですね。とはいうものの、構造上銃口とサイトが離れることになるんで、正確に狙いやすいかどうかはちょっと微妙だったりするんですけどね。ちなみにこの機能はマテバのオートリボルバーなどのレアな銃で採用されているのが有名ですね。俺はマテバが好きなの。はい、という感じで強力な弾を撃つために徹底的に反動軽減機能がついている。それがこのレクイエムという銃です。これらの仕組みによって一般人でもギリ制御可能な武器なので、これを貸し出して自分で身を守らせることもできますね。実際にレオンはこのゲーム内でこの武器をグレースに貸し出しています。けどよレオン、弾が一発しか入ってないってのはねえんじゃねえか。次に、数ある武器の中でなぜレオンはこのレクイエムを選んだのかについて語りましょう。このレクイエムという武器は高い威力を誇る武器です。ズバリ結論から言うと、その超高威力によって生命力の高い化け物を倒しきるというのに向いているわけです。しぶとい BOW を完全に沈黙させるには、中途半端な火力だとすぐに再生されたり、むしろパワーアップしたりしちゃいますからね。ですがここで一個疑問が生まれますね。しぶとい BOW を完全に倒しきるには、より威力の高いライフルだとか、あとロケットランチャーなんかを使えばいいんじゃないかという疑問ですね。ですがレオンにとっては拳銃であるというのが非常に重要なんです。先ほども説明した通り、この拳銃はライフルなどの大きな銃を使いにくい兵所にてアーマーを貫通する弾を使うための特殊部隊向けの武器です。すなわちどこにでも持ち歩けて高威力を発揮できる、そういう武器。レオンはバイオハザード対策員の中でも特にバイオテロ対策に特化した DSO に所属しています。もうすでに起きているバイオハザードを派手に掃除しに行く部隊であれば、ライフルだとかフルフェイスマスクなどのガッチガチの重装備で行けばいいのですが、いつどこで起きるのかわからないテロに対し、大きなアサルトライフルやロケットランチャーを年がら年中持ち歩くわけにはいかないですよね。テロを未然に防ぐために単独での捜査も行うレオンには、常に持ち歩けるようなできるだけコンパクトな武器が好ましいです。かといって小さいだけの豆鉄砲じゃダメなんですね。これまで数々のバイオ兵器たちを相手にしてきたレオンは、中途半端な火力ではそれらを完全に倒しきれないということを身をもって理解しています。とにかく生命力の高い生物兵器たちを巨大化する前に確実に倒しきるためには、威力の高い武器ということも必須条件だと考えられます。そしてその2つのニーズを完全に満たしたのが超威力かつ常に持ち歩けるハンドガン、つまりこのレクイエムだったんですね。そしてこれと同じコンセプトの武器が実はもう1個あります。本作でのレオンはこれまで通りのナイフではなくハチェットを持ち歩いていますよね。これ結構意外でしたよね。これは通常のナイフでチクチクする程度では生物兵器を倒しきるというのに不十分で、より破壊力のある武器を求めた結果だと言えるでしょう。そして上着の下にさりげなく持ち運べるサイズの片手用の
まさにレオンのニーズにベストフィットな武器と言えます。あとは壊れにくい武器というのもレオンにとってはポイントだと考えられます。リボルバーはシンプルな構造をしているので、オートマチックの拳銃よりも故障しにくいというのが特徴です。弾が詰まるなどの動作不良が起きにくいんで、使いたい時に確実に動きます。この斧にしても壊れたら研げばいいじゃんということで故障しにくい武器ですよね。はい、というわけで破壊力と傾向性、そして信頼性、これこそが対バイオテロで30年間この道一筋のレオンが到達した最終結論の武器と言えるでしょう。最後にこの銃に付けられたレクイエムという名前について考察します。この銃の名前の意味はすなわち鎮魂歌。そしてこのゲームには数多くの眠らない者たちがいます。例えば死んでも死なないというより死ねないバイオ兵器たち、浄化作戦で焼き払われてなお怪しい影が暗躍するラクーンシティ、そして未だにうずいているレオン自身の過去の因縁、それら全ての眠らない魂を今度こそ永久に眠らせる鎮魂歌としてレクイエムとネーミングしたのかもしれません。そう考えるとこの銃を撃つレオンの気持ちが少し垣間見えてくる、そんな気がしますね。はい、というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。今度こそもう立ち上がれない。